こんにちは、市川ファームです。今回はこの今の長い梅雨の、状態の報告というか、市川ファームではもともと小さい6センチのポットで雨ざらしでセダムを大半は育ててるんですけど、その6センチにした理由っていうのが、雨に降られても土が濡れた状態からこう天気が回復した時に早く乾くようにっていうのを目的に小さいポットを使ってるんですけど、今までならこう3日4日5日降ったら1日くらいこう雨が降らない日が来て土の中が乾いてくれるっていうことが多かったんですけど、今回のこのずっと降り続ける雨っていうのはやっぱり根がやっぱずっと濡れっぱなしになって酸素がいかなくなっちゃうのでちょっとダメージがあります。で、今映ってるやつはこれ調子いい品種ですね、この画面に。でやっぱり調子の悪い種類とか、あとこんなにずっと雨が降り続くと思ってないので、外でも大丈夫かなと思ってたのがダメになってるっていうのがあるので、その辺をお見せしてどうやれば防げるかとかそんなことを考える動画にしてみようと思ってます。今映ってる、これはサクサグラよりモスグリーンとか、虹の玉とか、その前に映ってたの何やったかな、チリフキリンソウとかは調子いい感じです。今映ってるこのフ入りのマルバ万年草なんかはここまでの雨じゃなければ多分大丈夫だったと思うんですけど、植えてすぐ雨が降り始めたっていうのもあるんですけど、そうですね、風通しっていうよりは土がずっと濡れてて、最初植えた時にあった根がなくなっちゃったっていう感じだと思います。結果から言うと屋根のあるハウスで育てといた方が良かったっていうことになります。はい。で、これもラベンダーですね。同じような原因で良くなかったっていうことですね。で、これはベルラディンベルノですね。アルブムの一種になります。で、これは大体が調子良かったんですけど、この一株だけちょっと蒸れた感じになってます。で、これも、原因は多分風通しが悪かったとか、これ根に酸素がいかなかったとか、はい、もともとこのベラディンベルノは、こう長雨とか蒸れには弱い品種で、こういう風になりやすいですよね。アルブムの中ではこれがダントツに蒸れやすいと、うちでは思ってます。こっちの根は元気ですよね。しっかり張ってます。で、こっちの調子悪い方も見た感じ根は調子悪いっていう感じではないんですけど、こっちの株の方が蒸れたっていう感じですかね、この株の場合は。はい、このベルラディンベルノの場合はもっとこういう風になってる時は根がなくなってることもあります。この株は根は大丈夫だった感じなんですけど、本当ならさっき見てもらったんですけど、混み合った状態、鉢と鉢の間が全くないトレーに
置いてたんですけど、あれをこうもうちょっと8と8のスペースを空けるような感じで育てておけば、これはこんな風にならなかった可能性があります。はい、それで屋根のあるところで、ちょうどいい水加減で育ててあげていれば、はい、こんな風にはなってなかった可能性があります。で、うちではこうちょっと調子が悪くなっちゃった時とか、もうちょっと乾かしてあげたいなっていう時は、こう株元にちょっと鹿沼の小粒を入れてあげたりします。そうすると乾きやすくなるので、これでちょっと屋根の当たらない風通しのいいところに置いといてあげると、元気になることが多いです。はい。よかったらちょっとやってみてください。で、これが、これは森村万年草の、ほったらかしにしすぎて、こう、ボーボーになっちゃった。これもトレーに6センチのポットがたくさん植わってるんですけども、上から見たら何が何やらわからない状態になってるんですけど、森村万年草の場合は、これ、かなり群れに強いみたいで、こんな状態になっても、こう、群れたり枯れたりっていうのはないんですよね。はい。だけど、もう株元の葉っぱがこんな風に伸びて、あんまりなくなっちゃってる状態です。はい。で、株元の状態を見て、こういうこのままにしとくとやっぱりいつかは傷んじゃうと思うので、短く切るんですけど、はい。小さい葉っぱがすごい下の方まで一応残ってたので、こういう場合は短く切っちゃいます。で、根もしっかりしてるので、はい。これ小さい葉っぱが見えますよね。はい。こんな感じだったらもう結構ズバッといっちゃっても、また出てきます。下手にこのまま大きい鉢に植え替えるよりは、こういう場合はこうやって切っちゃってあげた方が、はい、この後、調子よく育ってくれると思います。はい。根もいい感じです。これ、さっきのボーボーのまま、30度超えのすごい暑い日になったら、中でこう、蒸れて腐ったりっていうことが、はい、あると思います。はい、で、これ、黄金丸葉万年草。今のダオン鉢で結構調子よく育ってるやつなんですけど、これが、この周りのやつはこっちは6センチポットか。6センチポットのやつで調子いいんですけど、これを今持ったこの一鉢だけ調子を崩してます。で、これも、はい、根をちょっと比べてみます。この小さいポットでもこんだけ広がっちゃってたら、もう本当は葉っぱを切ってあげた方がバランスがいいです。はい、これもともと根があまり強い品種じゃないので、しっかりとは張ってないですよね。こっちも、根は同じような感じですかね。やっぱり上の風通しが悪かったり、根に空気がいかなかったっていうのもあるのか、これも調子を崩してます。もう軸が黒くなっちゃってるところのやつは、もしかしたら、この今持ってるやつなんかは良くないかもしれないです。
触った感じ、しっかり硬いような茎のところは多分大丈夫だと思います。これもかなり密集しているので、蒸れる可能性が高いといえば、はい、高い感じです。切ってあげるか、素焼き鉢に植え替えたやつは調子いいので、素焼きに植え替えてあげるとか、そういうことをした方がいい状態なのかなと思います。で、これもさっきと同じように、肥料を1個、これマグアンプ系の大粒を1個足して、カヌマの小粒を入れてあげます。これで、はい、屋根のあるところ、屋根があって、風通しもいいところに置いてあげると、はい、元気に戻る可能性は高いです。はい、うちではそんな感じでやってます。結局のところ、長い雨に当たるっていうのはやっぱ、多肉にとっては良くないんですけど、その中でも風に当てたり、軒下に避けたり、はい、蒸れないように短く切ってあげたりっていうことが、はい、大事になると思うので、長めに当たってるようなとこの苗なんかは今からでもできることはあると思うので、ぜひやってあげてください。今映ってるのは今の状態の畑のセダムの畑の様子です。中にはダメになってるのもあるんですけど、思った以上に畑の方はこの雨でもよく育ってる状態です。また今ちょっと地面ぐずぐずで入れないんですけど、入れるようになったら切り戻したり、そういう作業の動画なんかも出していこうと思ってます。あとちょっと動画の声が聞こえづらいっていうコメントを、はい、何件かいただいてたので、前回くらいからか、持ってたマイクを使ってるんですけど、どうでしたかね。ちょっと聞こえやすくなってればいいんですけど、またコメントでどうだったか教えてください。僕のもしかしたら滑舌の問題かもしれないんですけど、なるべく聞こえやすいように、はい、していこうと思ってますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。